今回は、精鋭伝説カード、アイラを解説していきます。まず結論から言うと、リセマラでこのカードを積極的に狙うのはお勧めしません。この動画では、その理由を説明していきます。まずは効果を簡単に確認していきましょう。アイラのスキルは、フィールドまたはハンドにいる時に発動します。全カードの攻撃終了後、その攻撃回数分、体力最低の敵に追撃します。なお、リーダースキルでデッキに戻ります。ここでのポイントは、追撃がハンドでも発動するという点です。ゲームの使用上、フィールドで使ったカードはしばらく回ってこないので、追撃を利用した戦法を取るなら、アイラはハンドで使うと良いでしょう。さて、アイラは追撃を加えるということで、人形使いデッキとの相性がいいです。人形設置後にハンドに置いておくことで、効率よく敵を倒すことができます。それ以外のデッキでも機能はしますが、火力は限定されます。しかし、実際に人形使いデッキに入るかというと、正直微妙なところです。というのも、人形使いデッキの基本戦術が、ターンを経過させずに敵を倒すことだからです。この点で既存のジュリアンやキレネが極めて優秀で、ターンを経過させるアイラを採用する理由が見当たりません。また、もう一つ注意したいのが、攻撃回数の判定についてです。私が調べた限り、アイラがカウントするのは、直接攻撃と神秘の爆発のみです。つまりナルタスのようなカードが動かずに攻撃するものは基本的にカウント対象外となります。それではここまでの内容を踏まえて、アイラの点数を発表します。アイラの点数は、ゲーム序盤が10分の8点、後半が10分の2点です。ゲーム序盤は敵の体力が低いため、アイラの追撃だけでも十分なダメージを与えられます。とはいえ、アイラより優先して入手すべき精鋭伝説カードが他にいるのも事実です。そしてゲーム後半、敵を一撃で倒さないと死ぬ、という状況になると、追撃で倒している余裕はなくなります。一部のイベントボス相手には活躍するかもしれませんが、それ以外の用途は思いつきませんでした。まとめると、序盤だけ強く、他に優先すべきカードがある、というのがアイラの立ち位置になります。このチャンネルではトリプルファンタジーの動画を上げています。更新は不定期なので、動画を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。この動画が役に立ったという方は、グッドボタンも押していただけると励みになります。それではご視聴ありがとうございました。